皆様こんばんは。今深夜0時過ぎです。ウーバーでベラージオに向かっています。今日はラスベガスから日帰りでアリゾナへ行きます。これからパウエル湖、ホーシュシューベンド、アンテロープキャニオン、グランドキャニオン、そしてルート66方面へ行きます。盛りだくさんの行程なので最後まで見てもらえたら嬉しいです。深夜1時25分にベラージオから日帰りバスツアーが出発します。ベルトラから予約したら受付時にトレーダー・ジョーズのエコバッグがもらえました。アリゾナとユタ州にまたがる絶景スポットパウエル湖。朝日に照らされるパウエル湖は想像以上の美しさでした。この日はスケジュールぎっしり。パウエル湖は写真タイムのみの滞在でした。この景観なかなかね、この日本にはないような景色なんですよね。で次はね、ホースシューベント。これ有名です。アメリカの絶景、観光ランキングで1位とか2位になってるんですよね。そういうところですね。本当素晴らしいね景観で、朝がいいんですよ。はい。で左手がグレンキャニオン。ダムですね。10年かかってますね。これがダムです。はい。そして右下が、川ですよ。深いでしょう。はいはいはい。で今からですね、ホースシューベントに行くという流れですね。駐車場から15分ほど歩いて絶景を見に行きます。
目の前に広がる景色が想像以上でした。写真で見るよりも何倍もすごい景色です。柵も何もないところでみんな写真を撮っていました。ホーシュシューベンド、本当に迫力がすごかったです。ずっと見ていたくなる景色でした。Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive.It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine.This is my time now. アンテロープキャニオンに到着しました。アンテロープキャニオンにはローアーとアッパーがあります。今回私たちはローアーに行きました。ここはナバホ族の土地なので、ツアーは必ずナバホ族の公認ガイドが案内してくれます。時間になるまで写真を撮ったり、お土産物を見たりして周辺で過ごしました。いくつかのグループに分かれてアンテロープキャニオンの内部へ行きました。アンテロープキャニオンの内部は動画撮影が禁止だったので写真のみを載せます。入り口にあったこのはしごは結構急でドキドキしました。ナバホ族のガイドさんにスマホを渡すと色味や角度まで調整しながらあちこちで写真を何枚も撮ってくれました。次はモエベダイナソートラックへ行きます。途中バス車内でランチタイム。サブウェイのサンドイッチでした。サンドイッチとポテトチップス、クッキーをいただきました。サブウェイにクッキーがあるなんて初めて知りました。美味しかったです。次は恐竜の足跡を見学します。ガイドさんが足跡の場所を教えてくれました。想像以上にはっきり残っててびっくり。
水の化石もありました。恐竜の歩いた道に立つなんて不思議な感覚でした。恐竜の足跡を満喫した後は、いよいよグランドキャニオンへ向かいます。今回はグランドキャニオンを2つのポイントで巡ります。まずは東側のデザートビューポイントへ行きます。グランドキャニオン東端のデザートビューポイントに到着しました。シンボルのウォッチタワーが見えてきました。絶景を見に行きます。ウォッチタワーには登っていませんが、展望台からでも十分すぎる絶景。グランドキャニオンの東側は地層がすごくはっきり見えるんです。色の層が何重にも重なっていて、地球の歴史をそのまま覗いているみたい。お土産物を見たりしていたら、あっという間にバスの出発時間になり、急いで駐車場へ行きました。絶景にワクワクしながら続いてサウスリムへ向かいました。南のゲートからいよいよスタート。ここがサウスリムの王道スポット。サウスリムから望むこの景色。谷の広がりがダイナミックで、写真より実物が100倍すごい。やっぱりサウスリムの迫力は別格。壮大な景色にただ息を飲むばかりでした。グランドキャニオンを後にして次に向かったのはルート66。ルート66の街はアリゾナ州セリグマン。有名なルート66の看板で記念撮影をしました。ルート66を走っていると貨物列車が通過するのが見えました。アメリカらしい景色を横目にエンジェルさんのお店へ向かいます。
エンジェルさんのお店に到着しました。ルート66を守り続けてきた伝統的なお店です。お隣にはまるで映画カーズから飛び出してきたみたいな車がありました。たくさんの車が展示されていました。どれも個性的で見ているだけでワクワクしました。店内を覗いてみます。中にはルート66のグッズや思い出がぎっしり。店内には思い出の写真がいっぱいありました。長い歴史が詰まった空間でした。アリゾナの観光を全部終えたので、これからラスベガスへ戻ります。帰り道も休憩を取りつつ帰りました。日帰りでもアリゾナの魅力をたっぷり感じられた一日でした。